はい、こんにちは、まゆです。ジェンダーレスでメタリックなデザインを得意としております。オランダのアムステルダムに住んでいた経験があるので、今後は日本とヨーロッパを行ったり来たりする予定です。こんにちは、ジュンと申します。東京渋谷でネイルサロンを経営しております。ジェル、ストーンやパーツなどもたくさんご用意しております。他にもジェルメーカーのアートディレクターとしても活動しております。こんにちは、美穂宮川です。フリーランスのネイルアーティストとして活動しております。グラデーションアートをベースとし、チャームやラインストーンなど異素材を取り入れたネイルを得意としております。全体のコンセプトはピンクで可愛らしい色を使っております。ただ恋愛には苦しい感情などもあるので、そういった部分を縛りで表現していきたいと思います。ハートと聞いて90年代のギャルを思い出しました。スワロフスキーの特大のハートのストーンを基調に、ファー素材と細かいストーンを使ってキラキラな世界を表現します。ザ・ビートルズの All You Need Is Love からインスピレーションを得て、ハートの広く広大なイメージを表現したいと思います。流動的なマーブル柄とチャームをつけたデザインにしようと思います。始めていきます。まず最初にベースのカラーを作っていきます。1本がクリアなので、他の4本に色をつけていきます。この4本はこの後ミラーのピンクが乗るので、ちょっと薄くミラーのベースになるカラーを今塗ってます。めっちゃ緊張します。どうしよう。まず最初にベースのアートになる色を作ります。ハートがテーマでスケールの大きいイメージにしたかったので、ちょっと地球っぽいマーブル柄がぴったりかなと思って選びました。クリアもちょっと混ぜて、若干透け感があるようなテクスチャーに仕上げていきます。で、色が完成です。まずはチップの方にノンワイプトップジェルを塗って、この上にミラーをつけていきます。今日のベースは白いミラーをつけていくので、それの下地となるベースのジェルを塗っていきます。チップはそうですね、今日はたくさんストーンを乗せていくので、少し長めの尖ったちょっとギャルっぽい形にしました。ミラーネイルもオーロラネイルもキャンジェルのノンワイプを使っていきます。私はもうこれ一択です。このシュッてした形、ヨーロッパにいた時に結構毎日やってて、指が長く見えるからっていうので結構人気でしたね。オランダのアムステルダムに2年ほど住んでおりました。道でこう会った人とかに自分のネイルを見せて、やらないみたいなのとかでやってました。実際にじゃあマーブルの柄を作っていきます。ブルーを結構適当めにのせて、その後にグリーンをのせていきます。マーブルは流動的になるようにしたいので、グリーンとブルーの境目を撫でるような感じで筆を動かすと流動的なマーブルができます。アートできました。他の4本も作っていきます。ビートルズの All You Need Is Love をテーマに選んだんですけれども、歌詞とか曲のイメージがハートとすごく直結する。で、ラブっていう歌詞もすごくたくさん出てくるので、それをチョイスしたんですけれども、私の父がすごくビートルズが好きだったので、自分との接点もあるなと思い選びました。アートが完成したので、上からトップのジェルを塗っていきます。プリジェルのノンヒートジェルを使っています。テクスチャーも重すぎず軽すぎずっていう感じで、割とどんなアートにものせやすいジェルです。じゃあ次にこちらのホワイトのミラーパウダーをチップにのせてこすっていきます。アイシャドウチップでこすると、こうピカッとミラーのような発色になってくれて、とてもサロンでもすごく人気な材料になります。上からのせるストーンが今日はピンク系だったりとか、クリア系とかオーロラ系のストーンをのせるので、あんまり下にベースの色が入ってしまうとあんまりストーンが生きないかなと思ったので、ホワイトのベースにしました。オーロラを作っていきます。このパウダーなんですけど、ピンクの感じです。ポンポンポンとのせていくんですが、動かした時にピンクが見える感じです。
で次はピンクのミラーパウダーです。アイシャドウとかに使うスポンジでポンポンポンってのせただけだとパウダー感があるんですけど、こすることでこういう感じになります。私はこの瞬間が一番好きです。かわいい。今日はこれがベースになっていきます。で次にこちらのたくさんのストーンを乗せていきます。今日はハートがテーマだったので、ハートのモチーフのストーンをたくさん用意したので、バランスを見ながら乗せていきたいと思います。のり代わりにクリアのジェルを持っています。小指はやっぱり小さい方が多いので、そんなに乗らないかなとも思いつつ、小さいハートの形のストーンがあるので、ハートのストーンとホログラムのハートを置いています。こういうゴールドのスタッツだったりとかも入れてアートしていきます。パーツをつける作業に入ります。ハートのモチーフのチャームを指にランダムにつけていきます。チャームのものはチップに穴を開けて引っ掛けてつけていきます。これを使います。ちょっと音が一気に開けるとチップが割れちゃったりするので、様子を見つつ開けていきます。穴が開け終わりました。ラブの頭文字の L をつけます。チャームに丸カンを通していきます。チップの方にもつけます。またさらに通します。丸カンを締めます。こういう感じでつけていきます。ピアスについてるチャームのようなものとかリングとかアクセサリー的なものが爪についているとすごくファッション的で可愛いかなっていうのが最初にあって、でそこからチャームだったりスワロフスキーのレンズ目のチェーンとか垂れたりするものを結構使うようになりました。チャームが全部つけ終わりました。この1本だけ別のデザインをやっていきます。クレイジェルを使っていくんですけども、ハートって聞いた時に恋愛とかバレンタインとか思いついたんですけど、普段お客様とかと話してて恋愛の話になった時にちょっとしんどいみたいな話をよく聞くので、1本だけそういう気持ちをここにやっていきます。きついなみたいな感じを出してます。ここに縛ってます。束縛とか嫉妬とか厳しめな気持ちを縛った感じだなと思ったので、それをやっていきます。こことこの結び目にちっちゃいハートをのせます。シリコンでできたモールド、この子を使っていきます。できました。見えますか？ビジュジェルといって硬いパーツとかを固定するジェルです。こことここです。あとこの先端にピアスを開けていくんですけど、マシンを使って開けていきます。開けます。もう一個の方も開きました。ミラー感を出したいなと思ってゴールドのピアスですね。今開けたこの穴に通していきます。他の4本がフェザーがついてふわふわしてて、1本だけ今からつけるやつは装飾がないのでバランス感も出るかなと思ってピアスつけます。はい、できました。指を動かした時に揺れる感じです。この大きめのパーツをジェルでつけていきます。ビジュジェルを使用しています。大きめのパーツとかあとストーンとかをつけるときによく使っています。ざっくり向きをイメージして接着する面を見つつ裏側にジェルを塗布していきます。場所が決まったら硬化していきます。で同じ要領でやります。この子たちも根元にファーがついて、その上にハートがポンポンポンって乗るんですけど、このハートをピンクのミラーにします。これが粘土で作ったパーツなんですけど、ハートイコールバレンタインみたいなのもあったので、ちょっとここでチョコみたいなバレンタインっぽい感じを出してます。
次こちらの大きい特大のスワロフスキーをつけていくんですけれども、海外の方で買ったもので、今日ハートというテーマで絶対これを使おうと思って持ってきました。これも手芸用のファーなんですけど、ちょっとギャルっぽいのがテーマだったのでこっちにしようかちょっと悩んでるんですけどどっちがいいかな。でかい方でいきます。まずファーを根元に、ジェルで固定していきます。アクリルパウダーを使ってのせていきます。これはスカルプチャーを作る時の材料になっていて、リキッドとパウダーを混ぜてミクスチャーっていうボールを作って固めていくんですけれども、こういう大きいストーンとかをつける時はそれを使って留めていきます。ハートイコールバレンタインだったりとかで、バレンタインってやっぱちょっとキラキラしたイメージがあったので、キラキライコールギャルっていうことで、僕自身もちょっとギャルっぽい感じの時があったので、こういうデザインにしました。やっぱ90年代2000年代の時の渋谷にいたギャルたちはもうみんなゴテゴテだったし、キラキラしてたし、それを詰め込んだデザインにしてます。この根元のところにふわふわするフェザーをつけていきます。装飾用のフェイクのフェザーを使ってます。こういう部分を自分で切って集めたものをここに今つけてます。ファーとかよりも動かした時にふわふわするので、こういうフェザーの方がいろんな色を持ってます。鰹節をつけていくような感じですかね、のせるというよりは。人差し指と中指もハートを乗せてるんですけれども、違う種類のこちらビーズ製のハートを乗せています。今日は4色のカラーを使うので、あまり隣同士に同じカラーが来ないように気を使ってます。そっちの方が綺麗に全体的にまとまって見えるので。これは球体の2つになっていて、立体のストーンと合わせるときは高さが出たりするので、こういうボールも球体のものを使うようにしています。本当は裏に WithLove って書いてるんですけど、見えました手紙のモチーフってなかなかネイルですることがないので、すごい可愛いな、エモーショナルだし、ハートがこの中から出てきてるっていうのが、それが爪についてたりすると可愛い特にお気に入りです。親指は面積が広いので、こういう大きいストーンも乗るかなと思ってクリアのハートの大きいストーンを乗せました。フェザーをつけたこの根元のところにハートを乗せていきます。硬いこういうジェル、ベタベタしないジェルがあって、これを使っていきます。ギュッと押さえるってよりはふわって乗せて、最後にちょっと位置を決める感じですね。かわいい。はい、固めます。間に合うかな。バランス見てもうちょっと足すか足さないかっていうのは迷ってます。ちょっと見てみる。まっすぐ。完成です。完成です。はい、完成です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。可愛いです。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございましまた。結構緊張したんですけど、すごい楽しかったです。すごく新鮮な気持ちで取り組めました。3人とも絶対違うんだろうなっていうので、ね、見るのが楽しみです。全然違う。違いますね。全然違いますね。結構衝撃ですね。あ、すごいですね。じゅんさんの。どうですか。ハートかけるキラキライコールギャルみたいな。昔に買った大きいスワロフスキーがサロンで眠ってるなと思って、でこれだけではつまんないなと思って、プラスファーっていうので、あとはファーがなければサロンでお客様にも提案できるというか。ケーキかわいい。本当だ。ミクスチャーで
あったかいです。ここあったかい。ケーキみたいですね。細かいところとこうダイナミックなところが両方あってすごい嬉しいです。面白い。バランスめっちゃすごいですね。嬉しいです。このファーの出方が結構でかいじゃないですか。だからこう映った時に他のデザインが隠れてしまわないのかとかで、あと1個実はちっちゃいポンポンもあったんですよ。そっちにしようかなみたいな。いやでかいのでゆっくりしようと思って、でかいのでギャルやっぱりやっぱりでかいのでと思って。豪快でいいですね。でもまあこうやって撮影してみるとバチッとはまった感じがしてはい、すごい良かったなと思います。普段お客さんと恋愛話とかして苦しいみたいなのを頭に思ってたので、ハッピーなばかりじゃないけど、でもそれを可愛く表したかったのでピンクの紐で縛りました。好きと嫌いは紙一重みたいな人間らしさですかね。あ、これですね、紐でって。紐で、はい、はいはい。かわいい。ファーがちょこっとだけついてるっていうのがセクシすごい、ーですよね。なんかデザインのすごいポイントになってる感じがすごいして、指が動いた時にふわふわふわってする感、なんかランジェリーみたいな、はい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 。ファーつながり。ファーつながりなんかバレンタインのチョコレートとかでありそうです。ありそうですね。包み紙の確かにそうですね。ハートのそうですね。チョコっぽいそうですよね。感じ。いやこれもすごいですね。ザ・ビートルズのAll You Need Is Love っていう曲があって、それをテーマに作ったんですよ。曲が自然で広いイメージだったんで、こういうちょっと地球っぽい感じと、このチャームはハートモチーフ。なんかゲームのアイテムの石みたいな。確かにすごいエモいですね。かわいい。そうです。ちょっと揺れる。あ、そう。にすごい。ハートっていうとピンクなイメージありますけど、こう青もなんかね新しい。斬新。めっちゃ可愛い。チャームすごいついててもなんかしつこくないですよね。結構たくさん使ったんですけど、個性が違うのでいっぱいつけることによってなんかこうより集まって可愛いみたいなイメージにしたくて、こういうのを選びました。今自分ができるこれが最大級のハートだったから、でこうやってバンって出てみてモデルさんにつけた時にやっぱうわよかったこれでって自信があるアートだったから、モデルさんにつけた時にまた違いますよね。そうです違いますよね。でワンカット目バンって撮ってもうモニターに出された瞬間のわーっていうこのなんか気持ちって多分ネイリスト僕たちじゃないと味わえないっていうか、この作品でよかったなってやっぱ思うし、自分が今気分の色とか、自分が今これがいいって思ってるものを必ずしもこう自分の中で全部表現できるわけじゃないから、それがなんか詰め込めるのはネイルなのかなって気がしてて、年齢とか国籍とか、ジェンダーとか関係なく割と楽しめるものですよね。好きな人の名前とか入れたりする方もいますし、いますよね。なんか何でも入れられるっていう。あとなんか推しとか、写真とかも入れられますし、そうそう。彼女のバースデーとか確かにここに書いて、別れたら明日削れますからね。明日なくせるんで明日削ってみたいな。はい、好きなのやればいいじゃんみたいな。オールオッケーみたいなうんうん